生き意味マインズ。僕は小さい時に絵を描くことが好きでした。僕の通っていた学校は横浜の山の手というところにありましたが、そこいらは西洋人ばかり住んでいる町で、僕の学校も教師は西洋人ばかりでした。そしてその学校の行き帰りにはいつでもホテルや西洋人の会社などが並んでいる海岸の通りを通るのでした。通りの海沿いに立ってみると、真っ青な海の上に軍艦だの商船だのがいっぱい並んでいて、煙突から煙の出ているのや、帆柱から帆柱へ万国旗をかけ渡したのやがあって、目が痛いように綺麗でした。僕はよく岸に立ってその景色を見渡して、家に帰ると覚えているだけをできるだけ美しく絵に描いてみようとしました。けれども、あの透き通るような海の藍色と白い誉前線などの水際近くに塗ってある陽光色とは、僕の持っている絵の具ではどうしてもうまく出せませんでした。いくら描いても描いても、本当の景色で見るような色には描けませんでした。ふと僕は学校の友達の持っている西洋絵の具を思い出しました。その友達はやはり西洋人で、しかも僕より2つくらい年が上でしたから、背は見上げるように大きい子でした。ジムというその子の持っている絵の具は舶来の上等のもので、軽い木の箱の中に12色の絵の具が小さな墨のように四角な形に固められて2列に並んでいました。どの色も美しかったが、とりわけて愛と陽光とはびっくりするほど美しいものでした。ジムは僕より背が高いくせに絵はずっと下手でした。それでもその絵の具を塗ると、下手な絵さえがなんだか見違えるように美しく見えるのです。僕はいつでもそれを羨ましいと思っていました。あんな絵の具さえあれば、僕だって海の景色を本当に海に見えるように描いてみせるのになぁと、自分の悪い絵の具を恨みながら考えました。そうしたらその日からジムの絵の具が欲しくってたまらなくなりました。けれども僕はなんだか臆病になって、パパにもママにも買ってくださいと願う気になれないので、毎日毎日その絵の具のことを心の中で思い続けるばかりで、幾日か日が経ちました。今ではいつの頃だったか覚えてはいませんが、秋だったのでしょう。ぶどうの実が熟していたのですから。天気は冬が来る前の秋によくあるように、空の奥の奥まで見透かされそうに晴れ渡った日でした。僕たちは先生と一緒に弁当を食べましたが、その楽しみな弁当の最中でも僕の心はなんだか落ち着かないで、その日の空とは裏腹に暗かったのです。僕は自分一人で考え込んでいました。誰かが気がついてみたら、顔もきっと青かったかもしれません。僕はジムの絵の具が欲しくってたまらなくなってしまったのです。胸が痛むほど欲しくなってしまったのです。ジムは僕の胸の中で考えていることを知っているに違いないと思って、そっとその顔を見ると、ジムは何にも知らないように面白そうに笑ったりして、脇に座っている生徒と話をしているのです。でもその笑っているのが僕のことを知っていて笑っているようにも思えるし、
何か話をしているのが、今に見ろ、あの日本人が僕の絵の具を取るに違いないから、と言っているようにも思えるのです。僕は嫌な気持ちになりました。けれどもジムが僕を疑っているように見えれば見えるほど、僕はその絵の具が欲しくてならなくなるのです。僕は可愛い顔はしていたかもしれないが、体も心も弱い子でした。その上、臆病者で言いたいことも言わずに済ますようなたちでした。だからあんまり人からは可愛がられなかったし、友達もない方でした。昼ご飯が済むと、他の子供たちは活発に運動場に出て走り回って遊び始めましたが、僕だけはなおさらその日は変に心が沈んで、一人だけ教場に入っていました。外が明るいだけに教場の中は暗くなって、僕の心の中のようでした。自分の席に座っていながら、僕の目は時々ジムのテーブルの方に走りました。ナイフでいろいろないたずら書きが彫り付けてあって、手垢で真っ黒になっているあの蓋を上げると、その中に本や雑記帳や石板と一緒になって、飴のような木の色の絵の具箱があるんだ。そしてその箱の中には小さい墨のような形をした青や陽光の絵の具が。僕は顔が赤くなったような気がして、思わずそっぽを向いてしまうのです。けれどもすぐまた横目でジムのテーブルの方を見ないではいられませんでした。胸のところがドキドキとして苦しいほどでした。じっと座っていながら、夢で鬼にでも追いかけられた時のように気ばかりせかせかしていました。教場に入る鐘がカンカンと鳴りました。僕は思わずぎょっとして立ち上がりました。生徒たちが大きな声で笑ったり怒鳴ったりしながら、洗面所の方に手を洗いに出かけていくのが窓から見えました。僕は急に頭の中が氷のように冷たくなるのを気味悪く思いながら、ふらふらとジムのテーブルのところに行って、半分夢のようにそこの蓋を上げてみました。そこには僕が考えていた通り雑記帳や鉛筆箱と混じって見覚えのある絵の具箱がしまってありました。何のためだか知らないが、僕はあちこちを見回してから誰も見ていないなと思うと、手早くその箱の蓋を開けて、愛と陽光との蓋色を取り上げるが早いかポッケットの中に押し込みました。そして急いでいつも整列して先生を待っているところに走っていきました。僕たちは若い女の先生に連れられて教場に入り、めいめいの席に座りました。僕はジムがどんな顔をしているか見たくってたまらなかったけれども、どうしてもそっちの方を振り向くことができませんでした。でも僕のしたことを誰も気のついた様子がないので、気味が悪いような、安心したような心持ちでいました。僕の大好きな若い女の先生のおっしゃることなんかは、耳に入りは入っても何のことだかちっとも分かりませんでした。先生も時々不思議そうに僕の方を見ているようでした。僕はしかし先生の目を見るのがその日に限ってなんだか嫌でした。そんな風で1時間が経ちました。なんだかみんな耳こすりでもしているようだと思いながら1時間が経ちました。教場を出る鐘が鳴ったので、僕はほっと安心してため息をつきました。けれども先生が行ってしまうと、僕は僕の級で一番大きな、そしてよくできる生徒に、ちょっとこっちにおいでと肘のところをつかまれていました。僕の胸は宿題を怠けたのに、先生に名を指さされた時のように思わずドキンと震え始めました。けれども僕はできるだけ知らないふりをしていなければならないと思って、わざと平気な顔をしたつもりで、仕方なしに運動場の隅に連れて行かれました。君はジムの絵の具を持っているだろう。ここに出したまえ。
そう言ってその生徒は僕の前に大きく広げた手を突き出しました。そう言われると僕はかえって心が落ち着いて、そんなもの僕持ってやしないとついでたらめを言ってしまいました。そうすると3、4人の友達と一緒に僕のそばに来ていたジムが、僕は昼休みの前にちゃんと絵の具箱を調べておいたんだよ。一つもなくなってはいなかったんだよ。そして昼休みが済んだら2つなくなっていたんだよ。そして休みの時間に教場にいたのは君だけじゃないか。と少し言葉を震わしながら言い返しました。僕はもうダメだと思うと急に頭の中に血が流れ込んできて、顔が真っ赤になったようでした。すると誰だったか、そこに立っていた一人がいきなり僕のポッケットに手を差し込もうとしました。僕は一生懸命にそうはさせまいとしましたけれども、多勢に無勢でとても叶いません。僕のポッケットの中からはみるみるマーブル玉、今のビー玉のことです。や鉛のめんこなどと一緒に2つの絵の具の塊がつかみ出されてしまいました。それ見ろと言わんばかりの顔をして子供たちは憎らしそうに僕の顔を睨みつけました。僕の体は一人でにブルブル震えて目の前が真っ暗になるようでした。いいお天気なのにみんな休み時間を面白そうに遊び回っているのに、僕だけは本当に心からしおれてしまいました。あんなことをなぜしてしまったんだろう。取り返しのつかないことになってしまった。もう僕はダメだ。そんなに思うと弱虫だった僕は寂しく悲しくなってきて、しくしくと泣き出してしまいました。泣いて脅かしたってダメだよ。とよくできる大きな子がバカにするような憎み切ったような声で言って、動くまいとする僕をみんなで寄ってたかって2階に引っ張っていこうとしました。僕はできるだけ行くまいとしたけれども、とうとう力任せに引きずられてはしご段を登らせられてしまいました。そこに僕の好きな受け持ちの先生の部屋があるのです。やがてその部屋の戸をジムがノックしました。ノックするとは入ってもいいかと戸を叩くことなのです。中からは優しく、お入りという先生の声が聞こえました。僕はその部屋に入る時ほど嫌だと思ったことはまたとありません。何か書き物をしていた先生はどやどやと入ってきた僕たちを見ると少し驚いたようでした。が、女のくせに男のように首のところでぶつりと切った髪の毛を右の手で撫で上げながら、いつもの通りの優しい顔をこちらに向けてちょっと首をかしげただけで、何の御用という風をしなさいました。そうするとよくできる大きな子が前に出て、僕がジムの絵の具を取ったことを詳しく先生に言いつけました。先生は少し曇った顔つきをして真面目にみんなの顔や半分泣きかかっている僕の顔を見比べていなさいましたが、僕に「それは本当ですか?」と聞かれました。本当なんだけれども、僕がそんな嫌なやつだということをどうしても僕の好きな先生に知られるのがつらかったのです。だから僕は答える代わりに本当に泣き出してしまいました。先生はしばらく僕を見つめていましたが、やがて生徒たちに向かって静かに「もう行ってもようございます」と言ってみんなを返してしまわれました。生徒たちは少し物足らなそうにどやどやと下に降りていってしまいました。先生は少しの間何とも言わずに、僕の方も向かずに自分の手の爪を見つめていましたが、やがて静かに立ってきて僕の肩のところを抱きすくめるようにして「絵の具はもう返しましたか?」と小さな声でおっしゃいました。僕は返したことをしっかり先生に知ってもらいたいので深々とうなずいてみせました。
あなたは自分のしたことを嫌なことだったと思っていますか？もう一度、そう先生が静かにおっしゃった時には、僕はもうたまりませんでした。ブルブルと震えて仕方がない唇を噛みしめても噛みしめても泣き声が出て、目からは涙がむやみに流れてくるのです。もう先生に抱かれたまま死んでしまいたいような心持ちになってしまいました。あなたはもう泣くんじゃない。よくわかったら、それでいいから泣くのをやめましょうね。次の時間には教場に出ないでもよろしいから、私のこのお部屋にいらっしゃい。静かにしてここにいらっしゃい。私が教場から帰るまでここにいらっしゃいよ。いい？とおっしゃりながら僕を長い椅子に座らせて、その時また勉強の鐘が鳴ったので、机の上の書物を取り上げて僕の方を見ていられましたが、2階の窓まで高く這い上がったブドウつるから一房の西洋ブドウをもぎって、しくしくと泣き続けていた僕の膝の上にそれを置いて、静かに部屋を出て行きなさいました。一時ガヤガヤとやかましかった生徒たちはみんな教場に入って、急にしんとするほどあたりが静かになりました。僕は寂しくって寂しくってしようがないほど悲しくなりました。あのくらい好きな先生を苦しめたかと思うと、僕は本当に悪いことをしてしまったと思いました。ぶどうなどはとても食べる気になれないで、いつまでも泣いていました。ふと僕は肩を軽く揺すぶられて目を覚ましました。僕は先生の部屋でいつの間にか泣き寝入りをしていたと見えます。少し痩せて背の高い先生は笑顔を見せて僕を見下ろしていられました。僕は眠ったために気分が良くなって、今まであったことは忘れてしまって、少し恥ずかしそうに笑い返しながら、慌てて膝の上から滑り落ちそうになっていたぶどうの房をつまみ上げましたが、すぐ悲しいことを思い出して笑いも何も引っ込んでしまいました。そんなに悲しい顔をしないでもよろしい。もうみんなは帰ってしまいましたから、あなたはお帰りなさい。そして明日はどんなことがあっても学校に来なければいけませんよ。あなたの顔を見ないと私は悲しく思いますよ。きっとですよ。そう言って先生は僕のカバンの中にそっとぶどうの房を入れてくださいました。僕はいつものように海岸通りを、海を眺めたり船を眺めたりしながらつまらなく家に帰りました。そしてぶどうをおいしく食べてしまいました。けれども次の日が来ると、僕はなかなか学校に行く気にはなれませんでした。お腹が痛くなればいいと思ったり、頭痛がすればいいと思ったりしたけれども、その日に限って虫歯一本痛みもしないのです。仕方なしにいやいやながら家は出ましたが、ぶらぶらと考えながら歩きました。どうしても学校の門を入ることはできないように思われたのです。けれども先生の別れの時の言葉を思い出すと、僕は先生の顔だけは何と言っても見たくて仕方がありませんでした。僕が行かなかったら先生はきっと悲しく思われるに違いない。もう一度先生の優しい目で見られたい。ただその一言があるばかりで、僕は学校の門をくぐりました。そうしたらどうでしょう。まず第一に、待ちきっていたようにジムが飛んできて僕の手を握ってくれました。そして昨日のことなんか忘れてしまったように親切に僕の手を引いて、どぎまぎしている僕を先生の部屋に連れて行くのです。僕はなんだかわけが分かりませんでした。学校に行ったらみんなが遠くの方から僕を見て、見ろ、泥棒の嘘つきの日本人が来たとでも悪口を言うだろうと思っていたのに、
こんな風にされると気味が悪いほどでした。二人の足音を聞きつけてか、先生はジムがノックしない前に戸を開けてくださいました。二人は部屋の中に入りました。ジム、あなたはいい子。よく私の言ったことが分かってくれましたね。ジムはもうあなたから謝ってもらわなくてもいいと言っています。二人は今からいいお友達になればそれでいいんです。二人とも上手に握手をなさい。と、先生はニコニコしながら僕たちを向かい合わせました。僕はでも、あんまり勝手すぎるようでもじもじしていますと、ジムはいそいそとぶら下げている僕の手を引っ張り出して固く握ってくれました。僕はもう何と言ってこの嬉しさを表せばいいのかわからないで、ただ恥ずかしく笑うほかありませんでした。ジムも気持ちよさそうに笑顔をしていました。先生はニコニコしながら僕に、昨日のぶどうは美味しかったの？と問われました。僕は顔を真っ赤にして、ええ、と白状するより仕方がありませんでした。そんならまたあげましょうね。そう言って、先生は真っ白なリンネルの着物に包まれた体を窓から伸び出させて、ぶどうの一房をもぎ取って、真っ白い左の手の上に粉の吹いた紫色の房を乗せて、細長い銀色のハサミで真ん中からぷつりと二つに切って、ジムと僕とにくださいました。真っ白い手のひらに紫色のぶどうの粒が重なって乗っていた、その美しさを僕は今でもはっきりと思い出すことができます。僕はその時から前より少しいい子になり、少しはにかみ屋でなくなったようです。それにしても、僕の大好きないい先生はどこに行かれたでしょう。もう二度とは会えないと知りながら、僕は今でも先生がいたらなぁと思います。秋になるといつでもぶどうの房は紫色に色づいて美しく粉を吹きますけれども、それを受けた大理石のような白い美しい手はどこにも見つかりません。